なんかかわいい。ここだ。
どうも皆さんこんにちは。今回は奈良県にある生駒山頂遊園地で撮影をしてきました。ここ関西ではおなじみの遊園地なんですけれども、すごくねレトロな雰囲気があるっていうのと、それから私がねいいなと思ったのはすごくね雰囲気が緩いところです。近所の人たちが公園代わりに来るっていうような雰囲気で、広場でこうピクニックをしていたりとか、あと激しい乗り物がほとんどないので、大規模なテーマパークと比べるとほのぼのとした時間が流れてます。私自身は遊園地とかテーマパークとか全く興味がない人間なので、今回も撮影目的のためだけに行ったんですけど、快晴の青空と園内のポップな色使いがなかなか非日常的な雰囲気で、撮影してて気分が上がりました。今回撮影に使った機材は富士フィルム XT3、それからレンズが 18mm、55mm のズームレンズです。ちょっと最近この 18mm、35mm 換算で 27mm ぐらいなんですけど、それをね使いたくてこのレンズよく使ってます。今回の撮影でも基本的には 18mm を使っていて、時々ズームするっていう感じでした。それから現像の仕上げについてです。もともと遊園地でこういう撮影がしたいなと思っていたのがこちら、マーティン・パーのザ・ラスト・リゾートっていうこの写真集なんですけども、以前ねこの写真集について私の過去動画の中で紹介したこともあるんですけれども、今回これっぽい雰囲気を取り入れたいなということで、再度強めにして、それからブラックを効かせる感じで仕上げてみました。この写真集、ビーチとか遊園地で撮影された写真が載っていてすごくいいので、見たことがない方はぜひ見てみてください。リンクは概要欄に書いておきます。でこの中に出てくる写真、ほとんどストロボを使って撮ってるんじゃないかなと思うんですけど、私もねそれやってはみたいんですけど、なかなか街中で突然ストロボを焚くって勇気がいりますよね。ということでまだねトライできてないです。日中ストロボを使うと非日常的な雰囲気になるので、ぜひねやってみたいんですけどね。でこの辺のねメリーゴーランドとか空中ブランコとか撮る時には緩めの流し撮りをやって遊んでみました。被写体にピシッとピントが合うのも、気持ち的にねよしっていう感じでスカッとするのでいいんですけど、表現の一つとしてちょっとね全体的にブレた感じっていうのも私は好みです。ということで今日はここまでです。やっとねちょっと涼しくなってきたので、またカメラを持って出かけてこういう動画を撮影していきたいと思います。今回撮ってきた写真、私のインスタグラムの方にもアップしてますので、よかったらそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。